モカツ時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム CB 戦士1992年発売のキットガンファイヤージュニアを作っています。今回は塗装パートその2、前回素組みで組んだパーツをペイントしていきます。レスキュースピナーガンファイヤーのパーツ編。素組みで組んだパーツはばらしてミスタースーパークリア艶消しを吹き、色分け箇所にファレホのホワイトグレーを塗って塗装の下地を作ってあります。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。細かな色分けも多く、素組みの時とは見違える出来上がりになりました。色分けの1色目はモデルカラーのダークグレー。フリーザーガン、肩アーマー、胸のアーマー、脚部の装甲に色分け箇所がありました。使用しているファレホ塗料の中では濃い色味のグレーです。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型に対応できます。速乾、無臭、水溶性でとても扱いやすく、マットな表面仕上がりになります。BB 戦士から派生した新企画である CB 戦士シリーズの一体です。CB フレームと呼ばれるポリパーツ製の共通フレームをランナーロックで挟み込み、組み立てた頭と手足を取り付けるだけで本体が完成できるという簡易キット。簡易フレーム構造は後の G ジェネレーションシリーズに転用されました。パーツは2色の成形で数も多くはないですが、ディティールはしっかりと作られた造形の印象です。サイズが小さい分、色分けは BB 戦士以上に簡略化されていて、シールも少なめです。そのため塗装して仕上げると非常に見栄えが良くなる反面、細かい塗り分けには根気が必要なシリーズとしても知られています。赤の成形カラーパーツへのペイントは白で塗った下地が装甲しました。続いてファレホの鋼カラー、濃いシルバー、メタリックの塗料です。モデルカラーのガンメタルを使いました。こちらも胸のアーマー、肩アーマーの色分け箇所に、バックパックのパーツにも使っています。同系統のカラーが続きます。ゲームカラーのシルバーを使いました。こちらはファレホで用いている標準的な銀色です。アーマーに加え、フリーザーガンにも色分けしています。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。塗装箇所も細かく多い金色です。ウォーハンマーカラーのベース、レトリビューターアーマーゴールドを使用しました。金色塗料の成分は光を反射して金属感を出すため、通常の色顔料ほど光を遮らず、下地が透けやすくなります。普通の色より隠蔽力は控えめになることが多いです。その点、レトリビューターアーマーゴールドはベースシリーズなので、顔料量が多く、一度塗りでもかなり色が乗ります。ここで赤です。ゲームカラーのブラッディレッドを使用しました。肩アーマー、あとはこれまでの色分け箇所のはみ出し部分の補色に。鮮やかな赤カラー、適度な粘性で扱いやすい塗料でした。ムラにならないようにシタデルカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料も使いながら色を入れていきました。水性アクリル塗料の粘性とは、簡単に言えば塗料のドロドロ具合、流れにくさのことです。粘性が高い塗料の特徴は、筆にしっかり乗る、一度で色がつきやすい、液だれしにくい、筆跡が残りやすい、細かいモールドを埋めやすい、混同されがちですが、粘性と隠蔽力は同じではありません。また、粘性が高すぎても低すぎても扱いにくくなります。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約60分でした。ガンファイヤージュニアは1992年発売の SD ガンダム CB 戦士 No.1 として登場した CB 戦士シリーズ第1弾のキットです。モチーフは SD コマンド戦機2ガンダムフォースに登場するガンファイヤー、キャプテンアレックスで
ベース機体はガンダム NT1 アレックスです。シリーズ共通となる CB フレームやランナーロック方式を初めて採用した記念すべきキットでもあります。そして最後は下地塗装で使ったモデルカラーのホワイトグレーを再びです。ボディのアーマーとバックパックのパーツに使いました。重ね塗りになってしっかりと白が乗りました。塗料は水性アクリルのウォーハンマーカラーとファレホを併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装しました。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。まずは武装パーツで作るメカ、レスキュースピナーを組み立てます。フリーザーガンを両サイドに接続してバックパックを作ります。脚部の装甲を内部に仕込み、肩アーマーが下部に取り付く構成となっています。こちらは CB 戦士オリジナルメカです。胴体のアーマーが後ろに取り付き完成です。フロントビューからリアビューがこちら。続いてガンブレーダーに武装する形でガンファイヤーを組み上げます。少し取り付けにくいですが、両腕に肩アーマーをジョイントします。ガンファイヤーは全領域機動救助隊ファイヤーフォース隊長として活躍するレスキュー戦士です。ボディのアーマーを取り付けます。スプレーバルカンを左腕の後ろから取り付け、バックパックを背中につけます。ファイヤーバイザーを額に取り付けて完成です。フロントビューからリアビューです。ということで今回は SD ガンダム GB 戦士ナンバー1ガンファイヤージュニア塗装のパートその2の今回はガンファイヤーの構成パーツのペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。